皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国経済が不調をきたすことにより、中国のこれまでの勢いというものが失われ、各地において歪みが生じています。今回取り上げる話題は、そうした悪化の一つとして現れている現象として、中国の地方政府の苦しい事情について取り上げていこうと思います。中国には様々な問題が発生しているわけですが、民間企業と一方において政府側の方においては少し事情が違うところがあります。例えば、中国全体で考えた場合において、北京政府は中央銀行と結んでいますから、いざとなればお金をするという方法で、なんとか急場をしのぐことができます。ところが、民間企業であれば当然のように赤字が大量に積み上がって、資金繰りが全くつかなくなれば、それは倒産ということとなります。一方において地方政府は政府と言われることはあるのですが、中央政府と違ってお金をするということが自分ではできません。債券を発行するなどしてなんとかお金を工面しようとはするのですが、この地方政府にはもうお金が全くないんだな、返すお金が目処ないんだなというのが分かってしまえば、いくら債券を発行したところで誰も買ってくれないということになってしまいます。では地方政府はどうするかといえば、支出をどんどんと切り詰めていくといったことを実施します。例えば日本においても財政破綻した町においては公共サービスを一切切り捨てるといったことや、職員たちの給料やこれまでつけていた補助金をほとんど停止するといった財政措置を取らなければなりません。こうした措置にまで至った町として有名なのは夕張などがこれに該当するでしょう。中国においてはどんぶり勘定でお金を使っていた時代が過ぎ去り、いよいよそのツケを払う時が来たような感じが見て取れます。それではどのようなことが起こっているか伝える記事を見ていきましょう。間もなく飢え死にする嘆く公務員、不動産不況が襲う中国のリアル。中国の遼東半島にある遼寧省雅宝天市、のどかな町の中心部にある市営公園の動物展示コーナーが SNS などで話題になった。きっかけは動物の檻に貼られた1枚の紙だ。我々は6ヶ月給料がない。動物の餌は尽きた。間もなく飢え死にする。市の職員である飼育員が窮状を訴える内容だった。現地を訪れると、牛の展示コーナーを男性飼育員が掃除していた。話を聞くと、数人いる同僚も含めて、みんな半年間給料をもらっていないと認めた。飼料代も支給されておらず、動物は市民が白菜や人参などを与えてくれ、なんとか食いつないでいる。動物が心配で様子を見に来た市内の女性によると、周りの公務員にも半年ほど給料が払われておらず、パス署の若い警官も給料をもらっていないという。みんな貯金を取り崩したり、親族を頼ったりして暮らしているといい、この町のすべてで経済が良くないように見えると話した。安定していると思われていた公務員の給料の未払いは多くの都市で起きている。指導者の皆様、我々現場で働く者たちはどうすればいいのですか？天津市の公共バス運営会社の社員とみられる人がネットに投稿した内容。給料が3ヶ月間支払われていないという。親の仕送りに頼るしかなく本当に苦しい。給料未払いの理由は地方政府の財政なんだ。その背景には長引く不動産不況がある。ここで出てきた天津市は首都北京から120キロ、人口1500万人の大都市です。これだけの人口ですが、税収もそれなりにあるはずの町の出来事です。中国では土地のほとんどが国有地で、管理する地方政府が不動産会社などに土地の使用権を売ることで開発が進む。使用権の売却収入は地方政府の財政収入の約4割を占めてきた。中国財政省の統計で地方政府全体の使用権の売却収入は2021年で約176兆円と約20年間で約150倍に増えた。だが不動産市況の悪化で2022年は前年から約2割減り、今年1から9月も前年同期比で約2割減った。連続しての大幅な減少だ。こうした事態を受け、地方政府では給料の減額や人員削減も広がる。中国メディアは7月、広東省や福建省など4省が職員の給与を15から 25% 引き下げたとネット上で報じた。だが間もなく記事は削除された。4省の地方政府からは何も発表はなかったが、中央政府関係者はどこの地方政府も金がなく給与を減らしていると話す。国民が北京政府やもしくは地方政府へと不満を持つのを少しでも和らげようと、不都合な記事については削除される。
中国においては検閲というものが随時実施されています。黒竜江省ハルビン市は今後5年間、非正規職員を毎年2割減らすと明らかにした。湖北省十堰市では4月、300人超の職員を減らし、人件費が約3億円浮いたと成果を強調した。地方政府の財政難は人々の生活にも影響し始めている。河北省では7月、かつて1300台を超えていた路線バスの車両を約300台まで減らしていたことが明らかになった。路線数が減ったほか、本数も少なくなって、利用者がバス停で待つ時間が長くなった。中国の不動産業界では、2年前に大手の中国恒大集団の経営危機が表面化したことを皮切りに、経営難に陥る企業が相次ぐ。不動産関連産業は、国内総生産 GDP の3分の1を生み出しており、その不況は中国経済全体を揺るがしている。不動産価格の上昇が続くといった現象は、中国の地方政府にとってはまさに打ち出の小槌のようにお金をもたらしてくれました。しかし、そうした大量の資金を獲得する手段として存在していた不動産バブルはもはや弾けたと言える状況です。そして中国においては不良債権だろうと見られる非常に多くの現物の不動産が完成すらせずに建設途中で止まっていたり、完成していても誰も住んでいなかったり、計画段階で会社がすでに吹っ飛んでいたりとして、これから巨額のマネーが吹っ飛ぶこととなります。中国政府はそのような巨額のお金が吹っ飛ぶ現象が連鎖的に発生すれば、中国初の金融恐慌などにも発展しかねないとして、一応はそれらの動きを抑え込んではいます。例えば、もう明らかに破綻したような会社であっても、破綻措置を先延ばしするなどして、その会社の取引先などに対して、もはやなかったことにしろと圧力を加えるようなことも行っています。そうやってゾンビ化した企業と不良債権なのに問題を先送りすることによって動かなくなったお金が様々な金融機関に残ることとなって、それもまた経営を悪化させる要因となっています。お金が目詰まりするようになっているのです。ただ、中国経済はいわゆる欧米や日本と違って法律の様々な点で不備があり、しかもそれらの法律の不備を埋める形で偉い人の鶴の一声によって全く物事が動かないといったことがあります。本来であれば倒れるべき会社が倒れないのも政府側の意向であったりもして、問題がなかなか表に出なかったり、完全な破綻をしそうでもしないといった不思議な現象をもたらしています。そのため中国経済全体として勢いは失っているんだけど、どこで一体どのような形で問題が炸裂するかは誰も分からないようなちょっと不思議な状態になっています。しかし今回の事例でも明らかのようにお金の流れが滞ることによってすでに様々な面でこれまでできていたことができなくなった。それに伴って職員を取ることもできないし辞めさせたし、様々な福祉サービスなどについても切り捨てていくといった動きが地方政府に現れ始めています。雇用が失われるといったこともありますし、経済上においてもそのようなビジネスの関連事業などの売り上げが減るなどといった波及効果も必ず出てきます。現在のところはまだ破滅的な動きとしては表面化してはいませんが、じわりじわりと中国経済を蝕むような形で不良債権問題がこれから台頭していくのは間違いないでしょう。というわけで今回は中国経済が不調になることによりお金の流れが悪くなると、民間企業だけではなく地方政府においても様々な異変が起こり始めていることを取り上げてきました。中国の状態の悪化はおそらくはまだまだ続くと思われるため要注目です。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。